んこんにちは。おっちょこちょいのドジコです。今日は滋賀県の牧野高原キャンプ場に1泊2日でキャンプをしに来ました。そしてこのメタセコイア並木の紅葉を見るのもとても楽しみにしていました。今朝の8時半ぐらいです。青空が広がっていてとってもすがすがしい景色だったので、休憩所に立ち寄り写真撮影をしました。今11月の中旬ですが、だいたい 7,8 割ぐらいの紅葉って感じでした。高さが約30メートル、500本ものメタセコイアが約 2.4 キロにもわたり続いている並木なんですよ。キャンプ場のチェックインが午前9時からなので、今ちょうど人も少ないし少し時間もあるので、写真や動画をたくさん撮りました。また午後からでもサイクリングにでも来ようかなって思っています。メタセコイア並木が緑色だった頃もすごく綺麗でしたが、紅葉もまた素晴らしいです。できればライトアップの時間帯もしたいと思います。ゆっくり車を走らせながら、ここからすぐ近くのキャンプ場に向かいます。ところがこの先、信じられないような事態になることを能天気な私は全く知らなかったのです。キャンプ場に着いてチェックインを済ませているうちに、みるみる天気が変わっていってしまったのです。信じられます？わずか30分でこのありさまですよ。しかも事前の天気予報では雨の予報なんてなかったんですよ。キャンプ場のスタッフさんがおっしゃるには、この辺り特有の天気があるんですよ。ちょっと離れたところへ行けば晴れていると思いますよ、ですって。牧野高原キャンプ場付近の天気予報は今日は一日雨のようです。結局私は雨の中キャンプする根性もないし、かといってここで車中泊に切り替えるのも天気がこれじゃ楽しくないななど、いろいろ思いが頭の中を巡り、キャンプを中止することに決めました。年間パスポートを購入しているので、料金的には問題ないことが救いでした。もやもやした気持ちで、とりあえず途中にある道の駅阿戸川に立ち寄りました。ここまで来ると雨は上がり、青空も見えていました。とりあえず心を落ち着かせるために、ここで少し休憩することにします。メタセコイア並木をあの時撮影しといて本当に良かったと心底思いました。山の天気が変わりやすいのは理解していますが、こうも極端なことってまさに晴天の霹靂ですね。せっかくキャンプを楽しみにして遠路はるばるやってきたというのに、帰るなんて残念すぎるなどと思いながら、私はとある決断をしました。そうだ、京都の笠木キャンプ場へ行こう。私は一転してウキウキワクワクしながら、関西のキャンプ場の聖地と言われる笠木キャンプ場へ車を走らせたのでした。はーい、笠木キャンプ場へ着きました。現在1時半ぐらいです。
こちらは秋晴れの大晴天、暑いぐらいです。早速テント設営に取り掛かります。ここ笠木キャンプ場は関西のふもとっぱらとか関西のキャンプ場の聖地などと呼ばれ、たくさんの YouTuber さんたちが紹介されています。なので私ごときが行くのはもう少しスキルをつけてからってなんとなく思っていたのです。でもひょんないきさつから今日初めて来れてとっても嬉しいです。平日だというのにとっても混んでいました。さすがは笠木キャンプ場ですね。地面の芝生もすごく状態が良くて、ペグ打ちなどもすごくやりやすかったですよ。ここは予約なしのフリーサイトで1泊1000円で朝8時から夕方5時までなので、とっても良心的なお値段ですよね。そうそう、今日はこのフィールドアのインナーテントを新しく買ったので、これを使ってカンガルースタイルにしてみたかったのです。テントはコールマンのコーストライン3プラスで全長4メーター40センチなので、前室をかなり広く使えると思います。楽しみです。こんな感じに仕上げてみました。前室を広くとってお座敷スタイルにも初挑戦です。焚き火の準備もしておいて、テントの外側にも電飾をつけて設営完了です。中はカンガルースタイルにしたことでとっても広く使えて、完全なおこもりができそうです。インナーテントの中のコットはギリギリサイズで中で組み立ててきっちり入りました。これも予定通りでうまくいってよかったです。いろいろ諸事情あって笠木キャンプ場にやってきて、テント設営も終わり、結局お昼ご飯抜きだったのでお腹が空いたので、今から少し早いけど夕食準備をしたいと思います。それにしてもこのお座敷スタイルすごい楽しいです。やみつきになりそうです。夜ご飯は焼肉と野菜炒めです。本当は焚き火でお肉を焼こうかなって思ってたんですが、疲れたので簡単にカセットコンロで焼きました。あらかじめ家で切ってきた野菜を炒めていこうと思います。ちょっと多めなのは明日のお昼に焼きそばを作ろうと思っているので、今のうちに焼いといて置いておこうと思います。映ってませんがメスティンでご飯も炊いています。最近ハマっているノンアルコールワインです。今日はもうなんだかんだ疲れたので料理の前に飲んじゃいます。思えば今日一日お天道様におちょくられたような変態一日でした。でも今こうやって落ち着いてくつろいでいると、笠木キャンプ場に来る決断して本当に正解だったです。昨日の今頃こんな展開になっているなんて夢にも思っていませんでした。本当に人生は小さな決断の連続、そして思いがけないまさかは突然やってくる。人生は奥深いなぁなんてノンアルを飲みながら考えにふけるのもキャンプならではですよね。そうなんですよね。キャンプにどんどんハマっていった理由は、焚き火を見たり大自然の景色を見ながら瞑想や空想にふけって答えをもらう時があるんですよね。
瞑想や空想は別に家でもどこでもできるんだけど、キャンプ場のそれは深いんですよね。まさに自然の英知をより多く受けれるんだと思います。目には見えない波動が都会よりも多く出ていて、無条件に人々はそれを享受することができる。だから人々はその自覚があろうとなかろうと自然の英知をもらいに大自然の中に向かおうとする。答えをもらえる人もいればお預けになる人もいる。答えではなく傷を治す薬の時もある。時間はみんな平等に静かに流れ、地上の星たちは淡々と日常と向き合うために喧騒の中へまた戻っていく。得体の知れない何かと戦うために、また愛するものを守るために。朝を迎えました。今6時30分ぐらいです。外気温は 5.6 度、室内は 10.1 度ぐらいです。外は朝もやがかかっていて、テントの結露もかなりすごいです。車もかなり結露していますね。朝の冷え込みが厳しいので、朝ごはんは昨日の余ったご飯と卵スープを煮込んで温かい雑炊にしました。それをいただいたらポカポカと温まってきました。外気温もだんだん暖かくなってきたので、キャンプ場の散歩に出かけました。キャンプ場の前には木津川が流れていて、その向こう側には山が連なっています。青空も見えてきましたね。今日もいい天気のようです。これは私のテントです。昨日の昼間はもっとたくさんの方がいてましたので、泊まらずに帰ったキャンパーさんたちも多かったんだと思います。なんせおこもりキャンプだったので、あまり外の様子が分かりませんでした。夜はあまり物音を立てるキャンパーさんたちもおらず、静かに川のせせらぎだけが聞こえていました。こうやって歩きながら、次来るときはここがいいなぁなんて考えていました。テントやタープの張り方などとても参考になります。太陽が昇るのを見て、あっちが東側だったんだと気づきました。この看板怖くないですか？夏は要注意ですね。さて、テントに戻ってきたのでおやつにしようと思います。8時がチェックインなので、続々とキャンパーさんたちが来ています。外は 11.4 度、テント内は28度まで上がっています。おやつは昨日食べようと思っていたワッフルとコーヒーを入れてみました。それにしてもこのお座敷スタイル、とても気に入りました。とても落ち着きます。しばらくこれにはまりそうです。これは今インナーテントの中のコットに座っています。ちょうどいい高さです。さて、おやつを食べた後、また散歩に行きました。今度はキャンプサイトの後ろ側です。キャンプサイトより2メーターぐらい高い丘になっていて、ここにはテントは張れないようです。この丘の上に炊事場、トイレ、ゴミ捨て場などが
ありますよ。炊事場とかもきれいに掃除されていましたよ。そしてこの散歩道もとてもきれいでした。そしてこの植わっている木は全部落葉していますが、桜のようです。ということは春はめちゃめちゃ綺麗な桜が見れるということですね。楽しみです。絶対見に来ようと思います。小高い丘からキャンプサイト全体を見れるのも楽しいし、また正面には川と山があって、さすがはキャンプの聖地と言われるだけのことはあります。さてさて、またテントに戻ってきました。お昼ご飯の焼きそばを作っているところです。お昼ご飯を食べて少し休憩したら、そろそろ帰る準備に取り掛かろうかなって思っています。今回本当に予期せぬ偶然のタイミングでこの笠木キャンプ場にやってきましたが、時間も労力も無駄にすることなく、おまけに初めて行くキャンプ場を開拓できて、とっても充実していました。この辺りは私、小学生の頃よく遠足で来た覚えがあります。なんか懐かしいし、それだけ安全だっていうことですよね。電車の駅も近くにあることから、徒歩キャンパーさんたちも多いようですよ。もちろんツーリングの方や車の方、そして自転車の方もいらっしゃいましたよ。さてさて、焼きそばが出来上がりました。さあ、3時になったのでそろそろ片付けようと思います。なんだか寂しいです。今回のソロキャンプも充実した楽しい時間を過ごせました。今年の6月から始めたソロキャンプですが、季節が変わり、虫の出ないキャンプがこんなに快適だとは思いませんでした。テントの出入り口を開け放てることの快適さがたまりません。さてさて、サイトのお掃除も終えて、荷物を車に積んで帰路に着いています。ありがとうございました、笠木キャンプ場さん。また来ます。そして視聴者様も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いいたします。